寿司も出すし和食も出すしなんで別に何をやっても怒られないかなと。最初から最後までのベースとして私はかつおだしというものを売りたい。修行時代やっぱり師匠から学んだことがだしを美味しく引け、だしを美味しく引け、これを言われ続けてきたので、懐石というよりはちょっと割烹寄りのフリースタイルというか、はい、太陽みたいな人ですね。やっぱり引力があるっていう天照大神、天照大神福岡市薬院エリアに店を構える日本料理と寿司を楽しめる名店。店主の石橋氏は京都枠伝、東京海という日本料理と寿司の名店などで修行を重ねた実力者。おまかせは懐石を少し崩した割烹寄りの料理がメインで、間に握りを数貫挟むというユニークな構成。わずか6席のカウンター空間で繰り広げられる食体験と店主の明るい笑顔に癒される一流店です。赤じそ香煎と言いましてですね、香る煎汁と書きまして、お懐石料理でございますので、最初に胃を温めてからスタートするということでですね、最初にお白湯を飲んでいただくことがよくあるんですけど、そこにその香りとお塩を入れて、香煎というですね、香煎茶とか呼んだりしますけども、ちょっと味のついたお白湯だと思ってください。はい、落ち着く。青竹酒っていうのが和久連の名物なんですよね。独立する際にあんたも使っていいよということで使わせていただいてます。使う食材、魚系はやっぱ地物が多いですか？いえ、地物ももちろん使ってますけど、意外とよそから集めてきてるものも多いので、はい。市場で採れました、黒アワビの柔らか煮と、銀杏醤油というものをご用意しております。いきなりおしゃれな創作性の高い面白い一品が来た。湯葉のあんかけをまとったアワビ、美味しい。アワビと湯葉の組み合わせすごい珍しい。そこに銀杏もいいアクセント。完全に握り用のエビだと思ってました。ですよね。はい、握りはまた今日違うのでいきます。卵豆腐と天草の天然の車エビでございます。お箸が引き立てですのでぜひ味わってください。かつお節のはい。香りが。かつおのみですか？で、昆布とカツオですね。一番だし。はい、一番だしです。コンセプトがやっぱだしをやっぱ生かしたいっていうのがあるんでですね、そこは一番気をつけてます。五島列島で採れました杉という魚と、北海道根室のサンマでございます。なかなか聞かない杉という魚。香り結構特徴的ですね。特徴的ですね。塩の当て具合もちょっとこう寝かしてるので、ちょっと気持ち強めに当てていく形になりますね。これ筋目ですか？サンマ筋目。軽く締めてます。美味しい。うまい。シャリを食べたくなります。昔の寿司下駄だ。丸い下駄。ガーリーうまっ。これおかわり自由ですか？もちろん、食べてください。
ダイなんだ。はい、マダイです。締めてちょっとね日が浅いので、食感もしっかり残ってるタイプですね。すごいね、ムチムチ系。はい、ムチムチ系です。あ、でもこれマダイってわかんないです多分、はい、グラインドだったら。はい、ただでもやっぱ甘みは結構出てくるんでですね、九州やっぱりいいタイ取れるんですよ。もちろん明石とか淡路に比べたらね弱いのかもしれないですけど、九州の中ではこの島原、この場合私は一番好きですね。タイからの小肌っていいですね。はい、もう結局3巻4巻しか握らないので、もう何握るかなっていつも悩むんですよね。ただもう小肌が今やっぱり美味しい時期になってきましたんで、秋ですからね。はい、一番いいですね今。ぜひちょっとうちの小肌も試してください。半身感。そうです。関西。シャリが塩分が少ないので軽めにだけ締めてますんでですね。やっぱ油あるっすね。はい。で昨日締めて今日出してるって感じです。まだあっさり。はい。油あるから。もう全然 もっと寝かしてもいいんでしょうけど、やっぱ寝かしすぎるとシャリの塩分が強かったらいいんですけど、これぐらいさっぱりしたシャリだとやっぱりねちょっと上が自己主張が強くなりすぎるんですよね。なので塩5分1時間寝かして数5分、はい、それを1日を、はい、夜の場合はもう半日で使いますのでですね。塩5分やって、はい、洗って1時間置くんですか。そうです。へえ。結局その1時間の間に馴染んでいくので、はい一本木石橋さん、これ動画見て、はい、気になるのは行きたいなってなったら、はい、予約方法はどうやったら取れますか。今ですね、基本的にはテーブルチェックさんでお席は出してはいますけど、お店に電話していただくのが一番ありがたいかなと思います。ネットにまだ提示してない席とかもあったりしますし、いつでもご連絡先でネットに出てるんで、はい、そこに電話をお待ちしてます。何ヶ月先までとか決まってる。基本的には2ヶ月とは伝えてるんですけども、予定が立って1回相談していただいてっていうのでも大丈夫なので、とりあえず思った時に言っていただいて大丈夫です。お昼と夜いくつかコースがあるじゃないですか。はい、説明だけちょっと言っていただいていいですか。一応お昼の価格が一応12000円で、夜の価格が24500円。お昼に夜のコースもできるという形にはしてますので、今日はその夜メニューをお昼にいただいたっていう。そうです。はい。はい。それでもめちゃくちゃ満足度高い。いやいや、よかったです。もう本当にありがとうございます。シャリも美味しいです。はい、よかったです。ありがとうございます。砂糖はなしですか。いや、少しだけ、もう本当に補う程度だけですね。カツオの香りは薄いんですけど、脂身がさっぱりしてて美味しいですね。口どけが、はい、素晴らしい。トロトロっとなっていくんでですね。うまい。うちが塩分がもう中シャリだったらやっぱここマグロ持っていきたいんですけど、塩分が薄いので、あんまりマグロと合わせるとですね、やっぱマグロが勝ってしまうことが多いから、使っても赤身中トロぐらいまでなんですよね。やっぱシャリとの一体感がそうなんですよ。そこを狙ってますね。優しいですね。はい、ありがとうございます。この後またお料理に戻るので、ここの自己主張はあまりないようにという考えています。私五感の中に煮ハマグリが入ってくるのが最初の心意気を感じる。でかい。プリプリしてる。でいろんなエキスが入ってる。もうこちらですね、もうお酒とみりんと、濃い口にたまりが少し。ハマグリとかアナゴとかでは入れてないです。でもそれ修行時代はもうそれぞれの出汁を引いてましたけど、アナゴはアナゴ、ハマグリはハマグリってやってましたけど、もう今はもうどうしてもそこになるとやっぱそこの主張がガッと出てしまうんで、もうどちらかというともうシンプルに食べていただけるように。こんにちは。上から入りごまがあります。いつの間に。よろしくお願いします。声をかけるタイミングがじゃあ、天照大神。天照大神。ちょっと中華っぽい。はい。ただこのソースも醤油と酒とで作ってるんでですね、もう全然他の要素入ってないもう和のあれですね。フランスの鴨ですね。はい。それにカツをしてまして、手前は白ネギの細かく刻んだものでございます。で上から実山椒醤油。はい。実山椒醤油。はい。なのでこの粒と一緒に食べるとですね、結構ピリッと感も出ますので。
石橋さん、耳なしの食パン持ってきてもらっていいですか？そうだからカツサンドで。はい、だからこれをカツサンドを考えたいと思うけど、いいパンに出会えないんですよ。なるほどだから自分で作りゃいいんですけど、なかなかまだそんな余裕もなくてですね。いやもうこれパンサンドしたい。はい、うまい。ありがとうございます。確かに山椒がちょっとそうなんですよ。おしゃれですね。はい。和食で鴨って結構使う肉なんですか？まあ多分新潟とか取れる地域は結構私は鴨使うんですけど、はい、自分はあんまりこっちで鴨がそんなに使われるわけではないので、あんまり率先して鴨を使うぞっていうような性格ではないですね。いいじゃないですか、伊勢海老でちょっとね、なるほどきのこと伊勢海老の鍋にしようと思って、はい、それで伊勢海老を切ってたんだ。そうなんです。まだ海が荒らされてない時の伊勢海老なので、すごく状況的にはいいんですよ。キノコと伊勢海老って珍しいですね。はい。ただちょっと食べてみてください。私はなかなかいいんじゃないかな。今日はね、原木のしめじと、あとはアワビタケと、これが幻のキノコと言われるコウタケですね。はい。これが、天然マイタケ。はい。と、これが最近流行ってるホホホダケっていうね、白マイタケでございます。個人的にキノコを炊くときは濃い口を少し入れた方が美味しいと思ってて、見た目的には濃く見えるけども、私飲んでいただいたらそんなこともないと思いますんで、5種類のキノコと伊勢海老のしゃぶしゃぶでございます。コウタケがね、もう幻のキノコと言われるこの黒いキノコですね。これどれ？はい、それがコウタケです。これコウタケ。はい。この伊勢海老。石破さんこれ千葉の伊勢海老でしたっけ？いや伊勢海老はこれは福岡の玄界灘の伊勢海老です。地物。地物です。うまっ。ありがとうございます。ありがとうございます。エビの食感も最高。お出汁も本当色濃いんだけど、飲んじゃいたいぐらい美味しい。美味しい。前半の方で車エビと卵豆腐のがあったじゃないですか。あれはもうザ和食じゃないですか。そうですね。じゃあちょっとワイルドというか、そうなんです。ネイチャー系というか。うちは特になんか寿司も出すし和食も出すしなんで、別に何をやっても怒られないかなと。だからちょっと割烹、もう店の狭さ的にももう割烹チックですね。ただ修行させていただいたお店は懐石なので、もう一品一品のそのちゃんとしたものと全体的な流れは計算して、ちょっとこうガツンときたものが今2種類続いたので、次はさっぱりとしたものでお口直しをしていただいて、また次はものにつなげていきますのでですね。石橋さん的に割烹と懐石、はい、違いって何ですか？なんか私的にですよ、これはもう本当に試験で難しいんです。もう本当試験ですけど、一品一品美味しいのは割烹だと思うんですよ。でも全体的な流れがあるのは懐石だと思って、はい、ルールがあるというか。そういうこと。もうだからこの流れで食べ終わった時の満腹感よりも先に来る満足感があるのは懐石だと思います。ただ一品一品、あ、これ美味しい、あ、これも美味しい、これも美味しいっていうのは割烹の方が絶対あると思うんですよね。ただ自分は懐石を勉強させていただいたんで、その懐石を一番に重きに置いてますけど、まず懐石で寿司が出てくることがないので、じゃあちょっと遊んでもいいかなって言って、その鴨のクレープしたりとかもそうですし、はい、なんかいろんなことを試せるのはいいかなと思ってですね。冷たい。あ、そうなんです。これ一気にさっぱりしますんでですね。美味しい。日本人でよかったっす。はい。春巻きにしては太いですね。はい。中に秋を詰め込んでますので。秋を詰め込んだ春巻き。なんで秋巻きなんですよね。春じゃなくて。春じゃなくて。なるほど。秋です。はい。パッと見の断面はなんなら太巻きを春巻きにしたんじゃないかみたいな。そうですね。遠目から見たら見た目的にはですね、周りが白で中に粒が詰まってるんでですね。はい。実はシャリ使ってますではないですもんね。違います。シーズン最後のハモとですね。はい。こちらも最後になります。北海道の松茸です。ちょっと塩つけた方がいいですか？塩。もうお好みなんですけど、一つは何もつけなくても柑橘だけでもいってもいいかもしれないですね。皮がめっちゃ軽いですね。はい。そこが一番やっぱ和っぽいですよね。はい。ハモって天ぷらとかフライとかあるけど、春巻きってないですよね。ないと思います。はい。それこそこれは自分が修行してたお店和久伝のオマージュなんですよ。和久伝はくるっと巻いて串打って焼き物にしてたんですよね。でそれを自分たちが部屋で焼き物で焼いてたんですけど、めちゃくちゃいい香りがするんですよ。なんですけどこのエキスもったいないなと思って、
なんとかして閉じ込めれないかなと思って巻いて包んだら閉じこもるかなと思ってですね、そしたらやっぱりこう蒸らして出てくるときにパッと切ったら松茸の汁が出てきたんで、あ、これでいこうと思って、それでちょっとワクレンからオマージュにして。まだ蒸らし途中のご飯ですね。はい。これを使ったまず一つ目、おかゆ、雑炊のようなおかゆを一つですね、いきます。はい。これを食べていただいて、その間に蒸らしが進みますので、はい。もう一つお丼一つ食べていただきますね。秋巻きからのおしんこが最高です落ち着きますね。ありがとうございます。はい、この柔らかいところを使ってですね、はい、ちょっと煮込みます、グツグツとですね。これがうちの冬の定番でございます。レンコンがゆ、別名ワクチンでございますので、はい、ぜひどうぞお召し上がりください。これ今具が入ってるでも溶けてる。そうです。で、わざとちょっと粗い方のでレンコンをおろしてるので、ちょっとシャキシャキ感が少し残ってくると思うんですけども。私の味がうまいね。お次のお食事がイクラの卵とじをご用意させていただくんですけども、ご飯のサイズこちら S サイズとなっておりまして、2倍で M サイズ、3倍で L サイズとお腹の具合に合わせて用意させていただきます。 M サイズで M サイズで M で、はい。お待たせしました。痛風丼です。はい、ぜひどうぞお召し上がりください。卵と頭丼。店名のこの西橋一本木って何ですか？一応ですね、すぐそこの交差点がもともと一本木の交差点で、この辺が平尾一本木という町だったんですよ。地名なんですか？そうです。昔のもう旧地名。たっぷり最後を締めてください。行きましょう。ネギそうめん。こういうの食べたかったです。ありがとうございます。よかったら出汁まで飲んでください。家庭でできそうで絶対真似できない究極の一流そうめん。これ今石橋さんで何年ですか？僕が丸2年とちょっとになります。でもう一人の子が、1年半ぐらいになりますね。今おいくつですか？今年23歳になりました。やっぱ和食の料理人になりたいみたいなモチベーションで修行されてるんですか？そうですね。たまたま入ったお店がこういうお寿司と、懐石料理のどちらも勉強できるところだったので、お寿司も握れるようになるまでは修行させていただこうかなっていう気持ちでやっております。なかなかないですもんね、寿司も日本料理もって。やっぱりどうしても和食の魚の仕込み方とお寿司の魚の仕込み方が全く違うので、あとはこうもともと僕も和食を働いててこっちに来てお寿司も一緒に勉強しているので、やっぱ違うところがあると面白いなと思いますし、それをこう和食に落とし込むこともできるなっていうのを感じるので。石橋さんはどんな方なんですか？一言で言うと。太陽みたいな人ですね。やっぱりこう引力があるっていうよりかは、いいですね。カウンターに立ってて絶対おやつさんを見てしまうじゃないですか。なんかそれは僕が多分大将になったとしても絶対できないことだと思うので、あれは多分おやつさんが生まれ持った才能だと僕は思っています。あとは声のトーンであったりとか、やっぱり人を引きつける魅力があるんだなっていうのはすごく感じますね。いやでも共感します。なんかいいですよね、こうシャキッとしててそうなんですよ。明るくて。僕もいろいろ食べ歩きに行くんですけど、ああいう引力を持っていられる大将のお店ってはもう一回行きたいなと思うお店がやっぱ多いような気がしますね。自家製で作りましたピオーネのアイスクリームになります。お上品。おかみさんって5年前ぐらいもお店立たれてましたよね。はい、多分お会いしてる。はい、お会いしてます。めちゃくちゃ久々に来てお元気ですか？はい、変わらずちょっとスタッフが増えたので、ね、若手が、はいいいですね。少し楽させていただいてます。でも基本はその昼も夜も営業は立たれて、毎日出てきて、ちょっと時々子供の出事でいない時はあるんですけど、一応1時間でも出れる
ちなみにこういうその料理人の大将で、はいの奥さんでお子さんいるんじゃないですか、はい、やっぱ料理人にさせたいみたいなそういう家族会議ってあるもんなんですか？うちはないんですかね、料理人はしなくてもいいと思ってるので子供たちははいはい。好きじゃないとできないからですあーはい自家製のおはぎになります。おかみさんもともとなんか飲食店で働いてたとかじゃないですか？私も主人と一緒で枠であ、そうなんですか？一緒に勤めてたんですけど、じゃあ同僚というかその社内婚みたいなことなんですか要は？そうですね、社内まで恋愛って言っていいかわからない職場恋愛からのはい職場主人の方が一応一つ入社が早いので先輩ではあるんですけれど、はいそれ接客サイドをやってらっしゃったんですか？私はいおかみ実家のもともと都合とネットでなるほどなるほど。失礼いたしますこれ最後おはぎっていうのもすごいですね。もうこれ秋なんでですね、もう毎月献立はもちろん変わりますし、この和菓子も全部変わるんでですね、萩という植物があって、その葉っぱがこの長方形の丸いんですよ。なのでこの形に握るっていうのがおはぎの由来の始まりですね。はい、秋に食べるとおはぎ、春食べるとぼたもち。はい、彼岸とかの時期に食べるイメージそうなんですよ。この甘味とお抹茶っていうのが、はいこれはやっぱり石橋さんならではそうなんですよ。もうこれはもううちはもう本当和食がベースでお寿司を少しというイメージなので。で私抹茶の時しか役立てる時がいやでもすごい様になってましたよ。はいもう降臨するんで、こうはい、スーちゃんと、ッとですね。アマテラスを見たいな、はいはいはい、今日のおまかせ、はい。やっぱり石橋さんはお寿司屋さんといえば料理の中にお寿司がはい前半中盤で出てくるって、はいここがやっぱユニークなポイントで、はい。お寿司はでもこうまずシャリの、はい。まあでも江戸前というか、はい赤酢の感じ軽やか、はいでネタもあえてマグロを今日出ずに、はい。九州のものだったりとか、はさりげないなって思いつつ、それはそれでもお寿司がこうちょっとつまめるっていうのは、はいまず嬉しいポイントであり、ありがとうございます。お料理もおっしゃる通り懐石というよりはちょっと割烹寄りのフリースタイルというか、はいそこが面白くて、はいろいろと美味しかったんですけど、今日一番僕が印象に残ってるのは、伊勢海老きのこ。ありがとうございます。あれが僕今日の4番打者的な、ありがとうございますはいあ、よかったです。まあ立ち位置時期的にもちょうど今伊勢海老が一番いい時期で、はいでキノコも今一番良くなってくる時期で、もうバッチリマッチングがしたのと、はい多分その今まで食べてきたああいうお鍋って薄口ベースだと思うんですけど、はいもう今日は本当自分の中でのこの考えとして濃い口醤油にはキノコが合うっていうのが私の中であるので、それでちょっと濃いめの出汁でいかせていただきました。前半の引き立ての一番出しの卵豆腐車エビ、はいここのザこれそうも懐石的なそうおっしゃる通りです。一皿と、はい。あっちにちょっと崩した、は石橋さんっぽい濃いめのはいキノコと伊勢海老ってどっちもエビ使ってるし、はいなんか対比的に、はい。なんかこのどっちを楽しめるってすごい贅沢だし、ありがとうございます満足度が高いいや嬉しいです構成になってるなっていうふうに思いました、そんな風に言っていただいて、もう本当にありがたいですね。でお寿司もつまんだけど最後ちゃんとしっかり、はい親子丼も、はいでもイクラ使ってて、はいちょっと寿司屋テイスト入ってるあそうですというかそうですはい和っぽい、はい大体普通だったら酒イクラとかだと思うんですけど、あ、そうですね。はい。あなのでスタイルどちらかというとやっぱ卵とじ丼に出汁がやっぱり入ってて、もう最初から最後までのベースとして私はかつおだしというものを売りたい。修行時代やっぱり師匠から学んだことが、出汁を美味しく引け、出汁を美味しく引け。もうこれを言われ続けてきたので、じゃあうちはもう本当にどこにも負けない出汁を引こうっていうところから、鰹節、削りたての鰹節と昆布とですね。はい。やっぱそれをどれだけ活かせるかで、も先付けから一応最後出るところまで全ての食材に大体こう出汁が使われてる。はい。まあ、お焼き物だったりとかはないですけども、その間に入っている炊き合わせとかもそうですし、一回出汁をくぐらせるだけでうまみがぐっと凝縮しますので、そこは意識して出してますね。次お会いするときはこのチーム石橋がはい少しずつこう大きくなって、あ、もうこう20人ぐらいおるかもしれないですよ。本当に全然動かないって誰も。いやでもこの石橋さんの明るい感じに今日もいやもうこっちも楽しくなりながらでもいろんな個性的なお料理たくさん食べたしありがとうございます。満足でした。もうまたいつでも本当お待ちしてますので、今後ともよろしくお願いいたします。今日ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもします。